2022年度のデジタル手帳フューチャーマップジャーナル、未来を描き具体的な行動を促してくれるデジタル手帳として20年改善してきた手帳、仕事をスムーズに進めたい方ややりたいことを忘れずに行動していきたい人などに少しでもお役に立てればと思い公開しています。気になる方は動画詳細欄からダウンロードすることができます。今回は今年の目標を説明していきます。300年後から10年計画で書き出したぶれない軸に沿った行動目標を立てて、より実現しやすい、行動しやすい計画にしていくことができます。このチャンネルでは手帳の使い方や iPad、マインドマップなどのノウハウを説明していますので、チャンネル登録することで多くのヒントを得ることができます。では今回説明するのはこちらのライフマップページのこちらの部分になります。で、アウトカムですね。NLP で学んだことをこちらに記載しております。アウトカムって自分の欲しい成果は何かっていうことを引き出していきます。10年計画である程度現実に近いところのことを考えているので、脳が普段の延長上に戻りつつあると思います。そこでもう一度アウトカムで再認識していきます。で、こちらに質問が書いてあるので、質問に回答していくような形式でこちらに埋めていって、自分の求めている成果を書き出していきます。今年の言葉なんですけど、私は昨年はこんな感じです。普段はね、書き初めみたいな形なんですけど、今年の部分は自分の中でどう変化があるかなと思ってちょっと絵にしてはみました。私はいつも手帳の引っ越しは正月の休みの時に行います。それはゆっくりできるからですね。そして書き初めのように最初今年の言葉を決めて、なぜ決めたかっていうのもこちらの方の端の方に小さく書いておきます。こちらのね、ライフマップページ、こちらの方を開いたらドンとね、目につくように、例えばこういう感じでね、このページ開いたらもうここの部分が思いっきり見れますよね。引いた状態でも目に飛び込んでくるように書きます。なぜかというと、1ヶ月もすれば今年の目標なんてすっかり忘れてしまいます。ほとんどの方が忘れているから行動できなくて達成できないんですね。最低1ヶ月1回はこちらのページを開くので、こちらの方にね、レートのやつとかチェックリストとか、あとは世界の出来事とかあるんで、1ヶ月1回は、最低1回はね、こちらのページ開くので、その時に自分で決めた今年の目標、この言葉が自然と目に入ってくるので、その時に初心に戻ることができるので、大きく書くことをお勧めします。そして次には今年の目標ですね。十分に300年から10年、そしてアウトカムをやった後であれば適切な目標になっているとは思いますが、子供と遊園地へ行くと言って行くために子供と喧嘩するなど、せっかく計画を立てたのに全く意味ないですよね。本来は子供と有意義な時間を過ごすことが重要で、その計画をするのに喧嘩してたら意味ないですよね。このように目標設定をするときに焦点の当て方を間違えないようにするとうまくいきます。次になりたい自分なんですけど、どんな自分になりたいかっていうところを書き出していきます。こんな人いいよなっていうような自分の理想の人を思い描いてこちら書いていってもらえばいいと思うんですが、私が今年書いた内容は、笑顔で話し社会全体にプラスの影響を作り出しまくる人とか、笑いながら楽しいワクワクが止まらない人、生き生きと自分の価値を見出して思いっきり価値を発揮する人を増やしていく。どんな人間になりたいかっていうのも結構ね、書き出すことってあまり少ないと思うんですよね。で、年1回ぐらいどういう方向性の人間になりたいのかって書き出しとくだけでも結構メリットがあると思っております。次にですね、今年のやりたいこと。自分にね、制限をつけずにやりたいことをやると、こちらに書いていきます。2021年はタイにね、来ておりますんで、タイで知り合いを増やすことを書いております。今年はまたどういうね、やりたいことをやるか、また正月にいろいろ考えていきたいと思います。で、今年のやらないこと。いろんなことをね、やりすぎちゃうと、どんどん時間がなくなって、やりたいこともね、できなくなってしまうんですよね。なので、やらないことも明確にしておくと、嫌な癖とか無駄な時間を使ったりとか無駄な労力を使わずに楽しく生きれると思うので、書き出しておくといいと思います。私の21年度はつまらないことにこだわるとか、一人でこもらないとか、そういったところもね、ちょっと改善していきたいなと思って書き出しております。
で、次に行きたい。この正月の時に年間計画作っております。どういうところ行きたいのかとか、あと費用でいつ行くのかっていうような長期休みが大体決まってるので、時期に合わせて予定を立てていきます。早めにね、予定立てると費用も安く済みますんで、年間計画を先に立てちゃっております。次に感謝の手紙なんですけれども、大島さんの居酒屋てっぺんの影響を受けております。NLP でもこれ学んでるんですけれども、もうすでに達成した感じを体中に感じて感謝の手紙を書くと。しっかりと脳で詳細なイメージをすることで、もうすでに何回も実際に経験したと脳は勘違いをして、すでに経験していることであれば簡単に行えるようになるので、思いっきり詳細に感情も動かすレベルでイメージをすることで、思いっきり脳を勘違いさせるために感謝の手紙を書いてます。で、感謝の手紙すごくいいのが、これ達成したのは誰々のおかげですっていう感謝をすることで、いろんな方にもね、謙虚になれますし、とてもいい内容ではないかなと私は思っております。なので1年1回こういった書き出しをするようにしています。次は買いたいものですね。いろいろ買うものがあるだろうけど、買うのであれば投資ですよね。払った分以上の価値がもらえるのかどうか、そういったものを買っていけばいいかなと思います。買って損するもんであれば、その分を投資に回した方が絶対的に効率がいいので、そういった意味で一度ね、書き出して明確化しておくといいと思います。買わないっていう欄を作っておきました。テレビとかで、これ便利だなと思ってついついいろんなものをね、買ってしまうことってありませんか？物が多いと片付けも大変になりますし、不思議とストレスが溜まります。買わないものを明確にして判断基準を作っておきましょう。そしてね、今年の読みたい本というところもあるんですが、今年の読みたい本はまた次回、こちらの後ろのね、記録のページにあるブック14年間の履歴とかもあるので、読書ノートのブックマインドマップと一緒に次回説明していきます。ではまた。